寝る前怪談。今夜もまた誰かの記憶が語り始める。鏡は単に光を反射するだけの物体ではないと語った哲学者がいます。それは自己を認識するための窓であり、同時に決して触れることのできないもう一つの世界への扉でもあると、私たちは毎朝鏡に映る自分に問いかけます。今日の私は大丈夫だろうか。そして鏡もまた私たちに答える。変わらない姿を映し出すことで私たちに安心を与えてくれる。しかしもしその鏡がほんの少しだけ違う答えを返してきたとしたら、これからお話しするのは一枚の姿見から始まったある女性の記録です。彼女の親友は鏡の中にだけ存在したのですから。物語の主人公を仮に美咲と呼びましょう。彼女がその鏡を手に入れたのは15歳の春。中学の卒業と高校の合格祝いを兼ねて母親がプレゼントしてくれたものでした。白い木製のフレームにはクガニのような植物の彫刻が施され、そのところどころに小さな花の飾りがついている。どこか西洋のアンティークを思わせる優雅なデザインの姿見。当時の彼女にとってそれは少しだけ背伸びした大人への入り口の象徴のような存在でした。自分の部屋に置かれたその大きな鏡を見るたび、美咲の胸は高鳴りました。これから始まる高校生活、新しい制服、新しい友人、そして新しい自分、そのすべてをこの鏡は見守ってくれる。そんな予感がしたのです。そしてその予感はある意味で正しかった。良くも悪くもこの鏡は彼女のすべてを見つめ続けることになったのですから。私の部屋には大きな姿見がある。白いフレームに小さな花模様がついたどこか西洋風のデザイン。中学の卒業祝いに母が買ってくれたものだった。高校に入ってからは毎朝その前で身だしなみを整えるのが日課になった。新しいセーラー服の紺色のスカーフを締め、まだ少し硬い革靴に足を通す。鏡の中の私は少し緊張した面持ちでもどこか誇らしげに私を見つめ返してくる。よし、行ってきます。誰に言うでもなくそうつぶやいて、鏡の中の自分に小さくうなずきかける。まるでそれが毎朝の儀式であるかのように、その鏡は親友のように毎日私を見守ってくれていた。高校生活は想像していたよりもずっと楽しくて、目まぐるしく過ぎていった。クラスメイトの友人と放課後にクレープを食べに行ったり、部活の先輩に淡い恋心を抱いたり、家に帰って制服を脱ぐとき、鏡に映る自分の顔が一日一日少しずつ大人びていくのが分かった。だからだと思う。最初の違和感を私はなかなか信じたくなかった。信じてしまえば、この完璧で幸せな日常が音を立てて崩れてしまうような気がしたから。それは高校1年生の夏休みが明けた9月の終わり、文化祭の準備で連日忙しく、少しだけ寝不足気味の朝だった。窓から差し込む光がもう真夏のものではない。少しだけ肌寒くなってきた空気を感じながら、私はいつものように鏡の前に立った。長い髪をシュシュで一つに束ねようと両腕を上げた。その時、鏡の中の私がほんのわずかに、いや、コンマ数秒、確かに私より先に目を上げた。一瞬だった。本当に瞬きをする間ほどの出来事。
私の脳が腕を上げろと命令し、実際に腕が動き出す。そのプロセスの中に無理やり割り込んでくるかのようなわずかな時間のずれ。でも確かに向こうの私が私の動きを予測して先回りしたように見えた。寝ぼけてるのかな。私は自分に言い聞かせるようにつぶやき、頭を振った。昨日の夜もクラスで使う看板の色塗りで帰りが遅かった。きっと疲れているんだ。そう無理やり納得して、私はその日の違和感を記憶の隅に押しやった。でも、それは始まりに過ぎなかった。一度認識してしまったズレは日に日にその存在感を増していった。机の上に置いたリップクリームを手に取るとき、鏡の中の私の手が、私の指が触れるよりも早く、リップクリームの幻影を掴んでいる。教科書を開こうとするとき、鏡の中の私が、私よりも早くページをめくる仕草を見せる。どんなに些細な、どんなに無意識な動作でさえ、鏡の中の私は必ず私より先に動いた。まるで私の思考を読み取り、私の次の行動を完璧に把握しているかのように。そして何よりも不気味だったのは、それでもなお、鏡の中の私が毎日私に微笑みかけてくることだった。その笑顔は、私の知っている自分の笑顔とはどこか決定的に違っていた。口角の上がり方がほんの数ミリ浅い。楽しそうに笑っているはずなのに、目は少しも笑っていない。ガラス玉のように冷たい瞳が、ただじっと私を観察している。その瞳の奥には喜びも悲しみもない。あるのは得体の知れない何か。どこか私を責めているような、あるいは何かを諦めているような、そんな寂しい光を宿しているように見えた。私はいつしかその鏡の中の私を心の中でナナちゃんと呼ぶようになっていた。ナナという響きがどこか懐かしくて、その冷たい顔つきによく似合っているように感じたから、それは自分であって自分ではない、全く別の存在。私の親友だったはずの鏡はいつの間にかナナちゃんという見知らぬ誰かの住処になっていた。ナナちゃんとの奇妙な共同生活が始まって1ヶ月が経った。私は誰にもこのことを話せずにいた。ある日の昼休み、クラスメートのユカに、最近なんか疲れてる？と聞かれた。目の下にクマできてるよ。ちゃんと寝なきゃダメじゃん。心配してくれる彼女の言葉に、私は曖昧に笑って、文化祭の準備でね、と嘘をついた。本当のことを言えるはずがない。毎朝、鏡の中の自分に監視されてるのなんて言ったら、どんな顔をされるだろう。きっと気味悪がられて距離を置かれてしまう。そう思うと、喉まで出かかった言葉をいつも飲み込むしかなかった。私は徐々に鏡の前に立つ時間を減らすようになっていった。朝の身支度も必要最低限、ナナちゃんの顔を直視しないように、自分の手元だけを見て、そそくさと準備を済ませる。でも、ナナちゃんはそれを許してはくれなかった。私が見ないようにすればするほど、ナナちゃんはその存在をアピールしてくるようになった。ある朝、私がリップを塗っていると、鏡の中のナナちゃんは、私が持っているのとは違う、真っ赤な色の口紅を塗っていた。ある時は、私が結んでいる紺色のリボンではなく、真っ黒なリボンを結んでいた。そしてまたある時は、私の部屋にはないはずの小さなピアスの飾りが、ナナちゃんの耳で揺れていた。それはもはやズレと呼べるような生優しいものではなかった。明確な違い、ナナちゃんが私とは違う意志を持って違う世界で生きているという何よりの証拠だった。もしあなたが美咲の立場だったらどうしますか？これはただの幻覚なのか、それとも本当に何かが起きているのか。誰かに相談しますか？それとも一人で抱え込みますか？彼女の孤独は日を追うごとにその色を濃くしていくのです。恐怖と孤独に苛まれながらも、私は高校に通い続けた。学校にいる間だけは、ナナちゃんのことを忘れられたから、友人と笑い合っているとき、授業に集中しているとき、部活に打ち込んでいるとき、その時間だけが私の唯一の救いだった。しかし、ナナちゃんは、ついに私の聖域である学校にまで、その影を落とし始めた。それは、2年生の秋のことだった。その日、私は日直で、最後の戸締まりをしてから教室を出た。廊下はもう薄暗く、他の生徒の姿はどこにもない。しんと静まり返った校舎に、私の革靴の音だけが響いていた。
昇降口へ向かう途中、ふと音楽室のプレートが目に入った。音楽室のドアには小さなガラスの窓がついている。普段は気にも留めないその窓が、その日に限ってなぜか妙に気になった。吸い寄せられるように、私はその窓に近づいた。中は真っ暗で、何も見えない。当たり前だ。もう誰もいないのだから。そう思って窓から離れようとした。その時、窓ガラスに反射した自分の背後、薄暗い廊下のずっとそこに誰かが立っていた。心臓がドクンと大きく跳ねた。セーラー服を着た長い髪の女の子。暗くて顔まではわからない。でもその姿は間違いなくナナちゃんだった。鏡の中にいるはずの彼女がなぜ、私は悲鳴を上げることもできず、その場に凍りついた。ガラスの中のナナちゃんは動かない。ただじっとこちらを見ている。笑っていない目で、どれくらいの時間、そうしていただろう。不意に、遠くで用務員のおじさんの咳払いが聞こえ、私ははっと我に返った。恐る恐るもう一度窓ガラスを見る。誰もいなかった。薄暗い廊下がどこまでも続いているだけ。私はもつれる足で昇降口まで走り、半ば転がるようにして校舎から飛び出した。冷たい夜風がほてった方に突き刺さる。あれは幻覚なんかじゃない。ナナちゃんは、もう鏡の中にだけいる存在ではなくなったんだ。その事実がずしりと重い鉛のように、私の心にのしかかっていた。決定的な出来事が起きたのは、その数日後のことだった。あの日以来、私はすっかり神経質になっていた。廊下を歩く時も、常に誰かの視線を感じる。部屋にいても、鏡の中からナナちゃんが私を監視している気がして、少しも心が休まらない。体重は数キロ落ち、母からもちゃんと食べてるのと心配される始末だった。その朝も私は逃げるようにして身支度をしていた。顔を上げない、鏡を見ない、ただ自分の手元だけに集中する。早く早くこの部屋から出たい、その一心だった。制服のスカートに足を通し、ホックを止めようとしたその時だった。ふと視界の端に映った鏡の中の自分の姿に私は息を飲んだ。違う。私が着ている制服のブレザーもスカートも鏡の中のナナちゃんが着ているものとは全く違っていた。ナナちゃんが着ていたのは私が通っている学校の数年前に廃止された旧デザインの制服だった。今のセーラー服とは違うブレザータイプの制服。胸についている交渉の刺繍もスカートのチェック柄も今のものとは明らかに異なっている。それは私が学校の資料室で一度だけ写真で見たことがある古い制服だった。それを見た瞬間、全身の血が逆流するような感覚に襲われた。これはもう見間違いじゃない。気のせいなんかじゃない。この鏡には私ではない誰かが確かに存在している。私は鏡から目をそらした。いや、そらそうとした。でもできなかった。鏡の中のナナちゃんがゆっくりとこちらに手を伸ばしてきたからだ。白い血の気の一せた指先が鏡の冷たい表面に触れる。そしてそのままにと笑っていない笑顔で微笑んだ。その口元がゆっくりと動く。声は聞こえない。でも唇の動きははっきりと読めた。ねえ、こっちにおいでよ。私は声にならない悲鳴を上げた。椅子を蹴倒すようにして立ち上がり、部屋から飛び出した。背後で鏡の中からケラケラと甲高い笑い声が聞こえたような気がした。その日から私の世界から鏡が消えた。部屋の姿見には母に割れちゃったからと嘘をついて大きな布をかけた。洗面所の鏡もお風呂場の鏡もコンパクトミラーもすべて家の鏡という鏡に布をかけ、反射するものはすべて裏返しにした。スマホのインカメラはシールを貼って使えなくした。鏡を見なければナナちゃんには会わないはずだ。そう自分に必死に言い聞かせた。鏡を避けることで、美咲は一時的な平穏を得ようとしました。しかし、一度認識してしまった恐怖から本当に逃れることなどできるのでしょうか。そして何よりも大きな謎が彼女の心を蝕んでいました。なぜあの少女は古い制服を着ていたのか。鏡の中にいたナナちゃんとは一体何者だったのか。今しがた体験したその恐怖は、この後明らかになるある悲しい事件のほんの序章に過ぎなかったのです。美咲は震える手でパソコンを開いた。検索窓に自分の高校の名前と旧制服事件事故といったキーワードを打ち込んでいく。最初は何も出てこなかった。学校の公式サイトにも当たり障りのない遠隔が載っているだけ。諦めかけたその時、ある個人のブログ記事が彼女の目に留まった。
それは地元の郷土史を趣味で調べているという人物が書いた古い記事だった。タイトルは〇〇高校にまつわるいくつかの噂。記事を読み進めていくと彼女は息を飲んだ。そこにはこう書かれていた。〇〇高校が現在の場所に移転する前、その土地にはある大きな旧家が建っていたという。その家には病弱な娘が一人おり、ほとんどの時間を屋敷の中で過ごしていた。彼女は自分の部屋に置かれた大きな姿見を何よりも大切にし、毎日鏡の中の自分とおしゃべりをして過ごしていたそうだ。しかし彼女は高校に入学して間もなく原因不明の病で亡くなってしまう16歳の若さだった。それ以来、新しい校舎では奇妙な噂が囁かれるようになった。誰もいないはずの旧音楽室の鏡に古い制服を着た少女が映る、と。さらに美咲は検索を続けた。すると5年前に閉鎖された地元の古い掲示板のスレッドが見つかった。スレッドのタイトルは〇〇高校の七不思議。その中に一件の書き込みがあった。ID バツバツ。俺の姉ちゃんがそこの卒業生なんだけど、マジで出るらしいぞ。姉ちゃんの友達の友達が夜の校舎で古い制服着た女の霊に手招きされて、そのまま神隠しにあったって、結局見つからなかったんだってさ。その子名前確かナナって言ったかな。ナナちゃん。美咲は全身から血の気が引いていくのを感じた。偶然では済まされない。鏡の中の少女はこの学校にこの土地に縛られた悲しい魂だったのかもしれない。そしてその魂は今。私は必死に勉強した。この家からこの土地から一刻も早く離れたかったから、ナナちゃんという恐怖の存在から物理的に距離を取りたかった。その甲斐あって私は東京の大学に合格し、家を出て一人暮らしを始めた。新しい生活は何もかもが新鮮だった。大学の講義、サークルの仲間との飲み会、初めてのアルバイト、クラスメートの彼氏もできた。実家を出てからは不思議とナナちゃんの気配を感じることはなくなった。あんなに私を苦しめた背後に感じる視線も反射物に映る影ももうどこにもない。東京のワンルームにはもちろんあの姿見はない。最低限の小さな鏡しか置いていなかったし、それにナナちゃんが映ることもなかった。私はようやく恐怖から解放されたんだ。あれはきっと受験期のストレスが見せた長い悪夢だったんだ。そう思うようにしていた。大学生活は本当に楽しかった。友人と旅行に行ったり、彼氏とデートをしたり、私はごく普通の女子大生としての毎日を満喫していた。ナナちゃんのことも徐々に記憶の奥底にしまい込んで、思い出すこともほとんどなくなっていた。あの鏡にかけられた布のように、私の記憶にも固く分厚い布がかけられていった。大学4年の春、妹が高校に入学するというので、そのお祝いで私は久しぶりに実家へ帰省した。実に2年ぶりの帰省だった。リビングで家族と食卓を囲み、昔話に花を咲かせる。妹が私の母校でもある高校の真新しい制服を嬉しそうに見せてくれた。その光景はどこまでも平和で幸せそのものだった。食事が終わり、母が昔のアルバムを引っ張り出してきた時だった。母が何気なく本当に何の気なしにこう言ったのだ。そういえば美咲、あんたの部屋のあの鏡、懐かしいわね。この前掃除したけど、まだ綺麗よ。アンティークで素敵だから捨てられなくて。その言葉を聞いた瞬間、私の心臓が氷水に浸されたかのように冷たくなった。あの鏡、忘れていた。いや、忘れようと必死だった記憶の蓋がいとも簡単に開けられてしまった。頭の奥で警報が鳴り響いている。行くな、見るな、思い出すな。でも私の足は意志とは裏腹に2階の自分の部屋へと向かっていた。まるで何かに操られているかのように、ギーとじくむ音を立ててドアを開ける。部屋の空気は時間が止まったかのようにひんやりとしていた。そして部屋の隅にそれはあった。大きな布がかけられたままのあの姿見が、どうして布を外さなかったんだろう。母は掃除したと言っていたのに、まるで私が見に来るのを待っていたかのように、私は吸い寄せられるように鏡に近づき、震える手で布の端を掴んだ。ダメだと思っているのに、指が言うことを聞かない。さらりと軽い音を立てて布が滑り落ちる。そこにいた鏡の中のナナちゃんは
あの頃と寸分違わぬ姿で私を見ていた。高校2年生のあの古い制服を着て、少しも年を取っていない、あのガラス玉のような笑っていない目のまま、私の時間は4年進んだのに、ナナちゃんの時間はあの部屋でずっと止まっていたんだ。私は声にならない悲鳴を上げて後ずさった。今度こそ逃げようとした。でも金縛りにあったように体が動かなかった。鏡の中のナナちゃんは動かない。ただじっと私を見ている。その瞳の奥に今度は確かな感情が宿っているのが分かった。それは深い深い哀しみと、そしてほんの少しの怒り。やがてナナちゃんは静かに口を開いた。その唇の動きは確かに私に向けられたものだった。どうして来てくれなかったの？その言葉は声にはならなかった。でも私の頭の中に直接響いてきた。責めるようなすがるような悲痛な声だった。その瞬間、背後でパチッと電球が引けるような鋭い音がした。部屋の電気が一瞬だけすぐいた。はっとしてもう一度鏡を見直す。ナナちゃんの姿が消えていた。代わりに映っていたのは恐怖に引きつり青ざめた自分の顔。ただぼんやりと揺れる今の私の顔。私は恐る恐る鏡に近づいた。本当に消えたんだろうか。後面に自分の指先でそっと触れるひんやりとしたただのガラスの感触。安堵のため息をついた。その時だった。背後で誰かが床を歩く音がした。見知り古い木造の家だ。家なりかもしれない。そう思おうとした。でもその足音は明らかに私のいる部屋の中、すぐ後ろから聞こえてくる。ゆっくりと、本当にゆっくりと振り返る。誰もいなかった。ベッドと机と本棚、見慣れた私の部屋があるだけ。気のせい。そう思って再び鏡に視線を戻した。その刹那、鏡の中からコツコツっとガラスを叩く音がした。以前よりもずっと大きく、はっきりと、まるで向こう側からドアをノックするように。いや、違う。これは内側から出ようとしている音だ。コツコツコツ。ノックの音はどんどん激しくなっていく。鏡の表面がその振動に合わせて波紋のように揺れているように見えた。私は腰を抜かし、その場にへたり込んでしまった。逃げたいのに足が動かない。声も出ない。ただ目の前の恐怖を見ていることしかできなかった。その時、やっと会えたね。耳元ではっきりと女の声がした。ナナちゃんの声だ。鏡の中からではない。私のすぐ隣からゾッとして勢いよく横を向く。誰もいない。でも息遣いが聞こえる。血が通っていないような冷たい冷たい息遣いが。鏡を見る。鏡の中の私は青ざめた顔で私と同じように床に座り込んでいる。でもその口元がゆっくりとこう描いていた。にたーっとまるで三日月のように裂けるように、私の知らないナナちゃんの本当の笑顔。そして鏡の中の私はおもむろに立ち上がった。私は動けないのに、床に座り込んだままなのに、鏡の中の私だけがすくっと立ち上がり、鏡の目の前まで歩いてくる。そしてその白い指先を鏡の向こう側からこちらへ。鏡の表面に蜘蛛の巣のようなひびが走り始めた。ナナちゃんが触れている中心から黒いシミのようなものがじわじわと広がっていく。それはまるで水が染み出してくるかのようだった。やめて。やっとのことでかすれた声が出た。お願いだからやめて。私の懇願を嘲笑うかのようにひびはさらに広がり、鏡の中からポタポタと黒くて粘り気のある液体が畳の上に滴り落ち始めた。磯のような生臭い匂いが部屋に充満する。轟音とともに鏡が内側から弾け飛んだ。厳粛化意識を取り戻した時、彼女は自分の部屋のベッドの上で寝かされていました。傍らには心配そうな顔をした母親と妹が座っていたそうです。母親の話によれば、2階からものすごい音がしたので駆けつけてみると、
美咲が鏡の前で気を失って倒れていた。そしてあの姿見はまるで爆発でもしたかのように木っ端美人に砕け散っていたそうです。きっと古くなってて何かの拍子に倒れて割れちゃったのよ。怪我がなくて本当に良かったわ。母親はそう言いましたが、美咲には分かっていました。あれは事故などではないと。破片はすべて片付けられ、部屋にはもう鏡のかけら一つ残っていませんでした。ナナちゃんの呪縛から本当に解放されたのだ。美咲は心のどこかで安堵していました。しかしその日の夜、眠りにつこうと布団に入った美咲はふと自分の手に違和感を覚えました。右手の人差し指の爪の間に何か黒いものが挟まっている。それはあの時鏡から滴り落ちていた粘り気のある黒い液体のかけらでした。そして本当の恐怖はここからだったのです。翌朝、顔を洗おうと洗面所に向かった美咲は、そこに置かれた小さな三面鏡に自分の顔を映しました。寝不足で少しやつれたいつもの自分の顔。しかし彼女は気づいてしまった。鏡の中の自分がほんの少しだけ微笑んだことに。それはあのナナちゃんが見せていた目が笑っていない冷たい笑顔。自分の意思とは関係なく鏡の中の自分だけが確かに笑っている。美咲は鏡の前から動けなくなりました。鏡の中の自分の顔が一瞬あの古い制服を着たナナちゃんの顔と二重写真になったように見えたからです。ナナちゃんは消えていなかった。割れた鏡から解放され、そして今一番安全な場所を見つけてそこに移り住んだのです。そう、美咲自身の中に。それ以来、美咲がどうなったのか、それを知る人はいません。ただ、一つだけ確かなことがあるとすれば。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録であなたにも奇妙な夜が訪れます。